ゆうかです。さっき配信前に突発ご飯を食べながらライブ配信っていうのをやったんですが、お腹がいっぱいでちょっと眠たくならないか心配です。今後そういった突発ライブ配信もやっていきたいと思うので、気になる方はぜひチャンネル登録してください。さて今回作っていくのはこちら、じゃーん、マスターグレードのジムキャノンです。こちらは以前積みプラをご紹介という名のほぼ押し入れを片付けるだけの動画の方で、この積みプラの中でどれが見たいですかっていう質問をした時に一番これ見たいって声が多かったので、今回作っていこうと思います。このキットの詳細とかはここで話すと長くなるので、作りながらご紹介していこうと思います。それでは本編をご覧ください。早速開けていきます。ランナーは16枚、それにポリキャップが1枚ありました。外装パーツより内部フレームパーツの方が多そうです。作ってる途中でわからなくなりそうだったのでラベリングしておきました。それとカラーシールが1枚、水転写デカールが1枚、冊子の説明書が1枚入っています。今6時半。さて何時間でできるでしょうか。まずはボディです。パーツ数は40パーツ。2度切りだけでめっちゃ時間かかりました。ぼーっとしてたら切らなくていいところまで切っちゃいました。テント棚。このキットはプレ版限定商品で、初版は2015年8月、二次生産が2015年9月と2ヶ月連続で発売しており、当時人気があったようですが、それ以来の再販情報の記事が見当たりませんでした。私は2023年8月の再販商品を予約して購入したのですが、おそらく8年ぶりの再販だったのかなと思います。1983年に発売した144分の1ジムキャノンが32年の時を経て2015年に100分の1スケールで初めて発売されたようです。箱絵も当時のものをベースにしているのは初版商品への愛を感じますね。2015年ということで今から9年前のキット、想像がつく方もいらっしゃるかと思いますが、全然入らない。買った。こんな方だったら子供作れなくない？作れんのかな。内部フレーム、特に関節パーツが硬すぎます。私女性の中では結構力強い方だと思うんだけどな。とにかく苦戦しました。なんか違う気がするし、それに説明書がとても分かりづらかったです。もともと立体的な図面が苦手なんですが、何度も説明書とにらめっこする羽目になりました。思ってるより大変かもしれん。こんなはずじゃ。マスターグレードだからもうちょっとパーツが大きくてサクサクできるだろうと思っていたら、思っていたよりこりゃ大変だぞ。内部フレームがこんな感じ。このダクトの部分はそれぞれ動かすことがちょっとだけできます。上げたり下げたり。肩周りのところはこんな形になっていて、このように動くギミックになっています。難関の内部フレームが組み終わったので、あとは外装パーツをつけるだけと思いきや、これなんかちゃんと合わさってない。なんだと。少しバラしてみたり力技ではめ込んだりしてみたのですが、やはりぴったりとはくっつきませんでした。こういう少し隙間ができちゃうとき、何かいい解決方法ありますでしょうか。コメント欄でアドバイス教えてください。はい、ボディができました。組み立てに30分かかるわ。もう先が遠い。ぱっと見情報量が少ないので組み立てすごく簡単かなと思っていたんですが、内部フレームがめちゃくちゃ細かかったですね。思ったより時間がかかりました。中はこんな感じで空洞になっています。次は頭です。パーツ数は14パーツ。よかった、少なくて。頭ですら内部フレームがしっかりあるのはさすがマスターグレードですね。頭のパーツにはこのシールを貼る箇所があります。サブカメラと後方カメラ部分に赤いシールを貼ります。
パーツも少ないし問題なく作れると思いきや、そうは問屋が下ろさない。違う気がする。いや、違う。外れん。しかもやばい。やばい。この細いの曲がっちゃった。ごめんなさい。指でそっと押したら治りました。よかった。はい、頭ができました。ここのパーツクリアブルーなんですけれども、内部フレームのグレーが影響しすぎていて、ちょっとカメラで見ると黒い感じに見えます。このアンテナ部分本当に折れ曲がりやすいし細いので、もし作る方いらっしゃったら注意が必要なところかなと思います。次は腕を作っていきます。こっちが右手、こっちが左手、片腕それぞれ33パーツ。いや、多いですね。半日あればすぐに完成できると思ってたんですが、腕のパーツの数に圧倒されてしまいました。内部フレームはこんな感じ。下のこの部分が動かした時に連動するようになっています。パーツ数が多い分、組み間違いも多く、パーツオープナーの出番が多々ありました。来た。もう一回よく見て、知りたい。説明書をしっかり見ても間違えます。パーツの方向指示が多く、一つ間違えるともうダメです。説明書の読解能力を上げる方法ありませんか？どうにもならないかな。はい、右手ができました。同じように作って左手もできました。いやー、さすがに時間かかりましたね。外装を見た感じ、そんなにパーツ数がなかったので、こんなに作りが細かいとは思いませんでした。腕を曲げてみても外装パーツは特に動きませんが、肘のこの部分がぐっと曲げた時に内部フレームのこのように線が細いパーツが見えてかっこいいです。マスターグレードなので言うまでもないかもしれませんが、指はそれぞれの指で動かすことができます。今日のおやつはパンプリンです。かぼちゃ味のスイーツを食べたいなと思っていたらスーパーに売っていたので買ってみました。かぼちゃ味のゼリーの中にリンゴが入ってるのかな、ちょっとわかんないですけど、いただきます。思ったより全然美味しい。うまっ。全然期待してなかったんですけど、実家に帰った時に朝食にトーストを食べるんですけど、その時にパンに蜂蜜とシナモンをかけて食べてるんですけど、それにリンゴを乗せた味がします。それにほんのりかぼちゃって感じですかね。どういうことだってばよ。いや、シナモンは入ってないみたい。なんでなんだろう。すごい美味しい。あと半分は明日のおやつにとっとこう。さすがに夜の10時超えて200カロリーはまずい。季節限定らしいので、気になる方はスーパーなどでチェックしてみてください。ごちそうさまでした。次は足を作っていきます。片足47パーツ、さすがに多い。でもほとんど内部フレームなんですよね。足首から下の部分だけで片足24パーツ。マスターグレード恐るべしですね。動かすとパイプのような内部フレームパーツが連動して動きます。この時もう0時を過ぎていて、無言で無心で組み立てていたので作りながらのコメントがありません。膝を動かした時も内部フレームが動くギミックがあるのですが、そこを組み間違えて動かないことにこの後カメラを消してから気づくことになります。はい、右足ができました。すみません、カメラの電池切れで撮れてなかったので、細かいポイントはポージングのパートでお伝えします。最後にスカートのパーツとこの接続部分、コックピットに当たる部分を作っていきます。ここから上がスカートのパーツで全部で22パーツ、ここから下が
コックピット接続部分になっていて8パーツになっています。マスターグレードのサイズでもパイロットめちゃくちゃちっちゃいです。日付変わって平日の仕事後に撮影しています。さすがに腰のパーツはサクッと組めるでしょうと思ったのですが、うわ後悔。接続パーツの噛み合わせが甘くて組みづらかったです。腰の黄色い V の部分にはシールを貼ります。前から思ってたけど、この V なんて言うんですか？どういった機能があるんだろう。知っている方はコメントで教えてください。スカートのサイドをつける前に足を入れるみたいです。続いてコックピット。この部分はすっぽり中に入ってしまうので見えない箇所なのですが、その割に作りが細かく、さすがマスターグレードだなと思います。腰と接続部分コックピットのパーツができました。スカートパーツは外装をつけるとめちゃくちゃシンプルなんですごく簡単そうに見えるんですけれども、この中がめちゃくちゃ細かかったです。むしろこれほらこうやって外そうとするとね、こうバラバラになっちゃうくらい細かいんです。なんてこったい。スカートの接続部分がこういう丸い突起にこのくぼみを引っ掛けるような作りになっているので、ちょっと脆いかなと思います。このコックピットはこう開けると中にパイロットが見えるんですけど、ちょっと暗いですね。すべてのパーツができたので合わせてみます。そんなことあるって感じですよね。下半身の接続が緩いというか脆いのです。通勤疲れもあって虚無の境地です。はい、マスターグレードジムキャノンの本体の完成です。だいぶ足が長いので武骨な印象が薄くスタイリッシュに感じます。個人的には量産機にスタイルの良さは求めていなかったので驚きました。制作にかかった時間は約7時間半。これを1日で作れると思っていた私が愚かでした。これはキットではなく私のスキル不足だと思いますが、頭やボディはパーツがぴったりはまらずに隙間が気になります。ここはちょっと切り方が汚くなってしまいました。足もゲート跡が結構気になります。こういう時にアンダーゲートのありがたみがわかりますね。肩のキャノン砲は上下に動かすことができます。シールドの覗き窓はパーツを上げることで閉じることができます。足のパートでお伝えできなかった足の詳細ですが、もげやすいので単体でお見せいたします。膝を曲げると外装パーツは動きませんが、内部フレームのパイプパーツが動いています。一定の角度以上曲げると膝パーツが引き出されて、かなりしっかりと足を曲げることができます。なぜこんなにも足がもげやすいのかというと、接続パーツがとても短いんです。これでは動かすたびに抜けるのもうなずけます。バズーカも持たして片足をつかせてみました。武器3種類にシールド、関節の可動域も広いのでポージングの自由度が高いです。しかし各パーツがとても外れやすく、このポーズを作るのに30分ぐらいかかったんじゃないかなと思います。足裏やバズーカの後ろ側まで作り込まれているのは嬉しいです。最後にパッケージのポーズにしてみました。このポーズを見ると現場猫とテニプリの榊監督を思い出します。というわけで今回はマスターグレードのジムキャノンを作りました。いやー、久しぶりにマスターグレードを作ると細かすぎてびっくりしますね。よく人は外見じゃないって言いますけど、外見でいけるなって思ったら全然手が届かなかった、そんな高嶺の花みたいな感じに私は思いました。単
純に欲しいなと思って買ったので、なかなかレアなキットだって知らなかったんですけれども、次の再販の時に購入する参考に少しでもなれれば幸いです。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。励みになるので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。先日旅行で箱根に行ってきました。箱根神社とか関所がある芦ノ湖の南側には割とよく行くんですけど、北側はあんまり行ったことなかったので、行ってみたらアヒルボートがあったので乗ってみました。